中東ヘスラ地域で発生した大規模地震により、現在も多数の住民が瓦礫の下敷きになっている模様です。遠隔操作の医療支援ロボットを投入していますが、旧式の機体では対応に限界があるとの声も出ています。テレビの音声が会社の休憩室に響く。映像には崩れ落ちた建物と懸命に救助活動を行う人々の姿。そしてその合間に見えたのは俺の設計した医療支援ロボットだった。6年前の俺の作品が今も現場で使われている。思わず手が震えた。あの日の記憶が蘇る。砂ぼこり、爆発音、そして失った人。我が社に問い合わせが来ている。GMR から医療支援ロボットの改良案についての技術協力依頼だ。俺にはできません。そう言ってその場を立ち去ろうとする俺。だが彼女の次の言葉が足を止めた。あなたのような責任感のある人が開発に携わるべきなんです。怖さを知っているからこそ、より安全な技術を生み出せるんです。あなたにしかできないんです。彼女のまっすぐな瞳に引き寄せられる。画面に映る瓦礫の下で今も救助を待つ人々。そして限界を迎えつつある過去の俺の技術。一瞬の瞬順。そして記憶の奥から蘇る兄の笑顔。深く息を吸い、決意を固める。新型機の開発、引き受けます。あの日から逃げ続けてきた俺の人生が、この一言で大きく変わろうとしていた。俺の名前は歓喜風。医療機器メーカー、サクラテックの営業として働き始めて、4年目になる。歓喜、このまま行くと今月のノルマ厳しいんじゃないか？朝のミーティングが終わり、席に戻ろうとした俺の背中に営業部長の声が刺さった。なんとかします。俺は振り返らずに答えた。本当は振り返れなかったと言った方が正確かもしれない。敗北を認めたくなかった。営業フロアでは十数人の営業マンが電話をかけ、資料をめくり、キーボードを叩く音が重なり合う。その中で俺は今日も数字に追われていた。普通なら4年目ともなればそれなりに成果を出していてもおかしくない。だが俺の営業成績は低迷の一途をたどっていた。デスクに戻り、病院からの見積もり依頼のメールを開く。内視鏡システムの更新案件だ。よし、これはいける。心の中でつぶやき、資料作成に取り掛かった。だが、使用書を読み進めるうちに、俺の指は勝手に動き出していた。病院に最適なシステムの設計図を描き始める。手術室のレイアウト、光学系の配置、電子回路の構成まで、細部にわたって考え始めていた。こんなことは日常茶飯事だった。営業の仕事に集中しようとしても、すぐに頭の中は設計や開発のアイデアでいっぱいになる。だが、あの日の光景が不意に脳裏に浮かんだ。兄さん、目を閉じると今でも見える。砂ぼこり、轟音、炎、そして俺をかばって倒れた兄の姿。6年前、俺と兄、歓喜和人は国際医療支援団体の一員として中東の紛争地域に派遣されていた。兄さんは医師、俺は医療支援ロボットの開発エンジニアとして参加していた。当時の俺は自分の技術に自信を持っていた。天才と呼ばれることも少なくなかった。限られた資源と環境の中で最大限の効果を発揮する医療機器を設計する能力。それが俺の誇りだった。あの日、新型医療支援ロボットのフィールドテスト中、突如として爆撃が始まった。ロボットが誤作動を起こし、近くにいた少女に向かって暴走してしまった。俺は制御盤を懸命に操作したが、間に合わなかった。その時、兄さんが駆け出した。少女を突き飛ばし、自らがロボットの進路に立ちはだかった。直後、第2波の爆撃、砂煙が視界を奪い、気づいた時には兄さんの姿はなかった。その後の捜索でも、兄さんの遺体は見つからなかった。生存の可能性はほぼないと告げられた。その瞬間、俺の中で何かが壊れた。開発者としての自信も、人の命を救いたいという情熱も、すべてが兄さんと共に消えた。帰国後、俺は開発部から営業部への移動を願い出た。もう、人の命を左右するものを作りたくなかった。その責任を二度と負いたくなかった。月末が迫る営業フロア、活気に満ちた声が飛び交う中、
俺のデスクだけが沈黙に包まれていた。申し訳ありません。検討した結果、今回は他社の製品に決定させていただきました。電話の向こうから聞こえた病院の購買担当者の声に、俺は事務的な返事を返した。ご検討いただきありがとうございました。また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。受話器を置く。これで今月、営業に失敗した案件は4件目だ。今月の目標達成率はわずか3割。くそー。小さくつぶやく。営業フロアでは制約の報告や電話での交渉の声が飛び交っている。みんなそれなりに結果を出している。それなのに俺はデスクの上のカレンダーを見る。月末まであと5日。この期間で7割分の売り上げを上げるなんて奇跡でも起きない限り不可能だ。歓喜ちょっといいか。振り向くと営業部長の厳しい表情があった。はい。会議室に入ると部長はいきなり今月の成績表を俺の前に置いた。見ての通りだ。君は入社4年目にして新入社員以下の成績だ。申し訳ありません。言い訳はしない。数字は嘘をつかない。君がもともと開発部の出身で営業には向いていないのは分かっている。だが会社としては結果を求めている。このままでは。残りの言葉は言わなくても分かった。俺の居場所がなくなる。ということだ。わかりました。残り期間、全力で挽回します。言葉とは裏腹に、胸の内には諦めが広がっていた。どうせ、俺には向いていないんだ。営業も開発も、もう何も。窓の外を見る。曇り空だ。雨が降りそうな重たい雲が低く垂れ込めている。俺の心と同じように。俺は何のためにここにいるんだろう。ため息とともにつぶやく。時計は午後6時を指していた。周りの営業マンたちはまだ電話をかけ続けている。俺も電話をかけなければならない。だが、体が動かない。明日からまた頑張ればいいか。自分に言い聞かせ、早々と荷物をまとめる。帰り際、部長と目が合った。失望の色が浮かんでいた。オフィスを出ると、冷たい風が頬を撫でた。ポケットに手を突っ込み、駅へと向かう足取りは重かった。行き交う人々はみんな、どこか目的を持って歩いているように見える。俺だけが、ただ流されるように歩いていた。心と同じように、漂うだけの存在。空を見上げると、重たい雲の隙間から、かすかに夕日が漏れていた。あの日、紛争地域の空も、こんな色だったろうか。兄の最後の笑顔を思い出す。人を助けるために技術はある。そう言って、少女を守るために駆け出した兄の姿。俺には、もうその資格はないよ。俺は闇の中を歩き続けた。俺は資料の入ったカバンを持ち、感動病院の自動ドアをくぐった。今日は先日見積もりを出した医療用内視鏡システムの商談だ。受付を済ませ、待合室で時間まで待つことにする。歓喜さんですね。突然、背後から声がかかる。振り返ると、白衣を着た女性が立っていた。臨床工学技師の日向葵です。お待ちしておりました。そう言って差し出された手を、俺は軽く握り返した。よろしくお願いします。歓喜です。明るい笑顔の女性。年齢は20代後半といったところか。黒髪のショートカットが爽やかで、どこか凛とした雰囲気を持っていた。実は、少し早めに来ていただいたのには理由があるんです。購買とのミーティングの前にちょっとお話ししたいことがあって。彼女は周囲を見回し、こちらへどうぞと案内してきた。病院の中を進む。通路では医師や看護師が行き交い、患者が車椅子で運ばれていく。命がやり取りされる現場の緊張感と、それでいて不思議と穏やかな空気が混ざり合う独特の雰囲気。病院特有の消毒液の匂いが鼻をつく。日向さんは臨床工学部の小さな会議室へと俺を案内した。どうぞ、お座りください。席に着くと、彼女はコーヒーを2つ用意してくれた。一口飲む。病院のコーヒーにしては悪くない味だった。実は、歓喜さんのことを調べさせていただきました。唐突な言葉に、俺は思わず手を止めた。と言いますと、6年前、国際医療支援団体の一員として、紛争地域で医療支援ロボットを開発されていたこと、24歳の若さでレスキューテクノロジーアワードを受賞されたこと、
ヒューガさんは一旦言葉を切り、俺の表情を見た。俺は無表情を装ったが、内心では動揺していた。過去の記録をここまで調べられるとは思っていなかった。それは仕事の話ですか？少し強い口調で言うと、ヒューガさんは少しだけ驚いた表情を見せた。だが、すぐに落ち着きを取り戻す。いいえ、まだ個人的な話です。失礼だったらごめんなさい。彼女は頭を下げた。その姿に、俺は少し気まずさを感じた。ヒューガさんはしばらく俺を見つめていた。歓喜さん、あの論文に書かれていた、限られた資源でも最大限の効果を発揮する設計思想は、今でも大切にされていますか？その質問は、俺の心の奥深くをついてきた。あの論文を書いていた当時の情熱や、命を救うという使命感、それらすべてが押し寄せる。もう関係ありません。俺はただの営業です。言い切ったが、ヒューガさんの表情は変わらなかった。歓喜さんのことを調べたのは、実はここ最近の話ではありません。私個人の話になりますが、3年前、脳動脈瘤の破裂で母が倒れました。その時、母の命を救ってくれたのが、歓喜さんが設計に関わった血管内治療デバイスだったんです。突然の告白に、俺は言葉を失った。当時、私は臨床工学技師の卵で、先生方の治療を支える立場でした。あの時の医師たちが、このデバイスは本当によくできていると言っていたのを、今でも覚えています。ヒューガさんは真剣な表情で続けた。それから、歓喜さんのことを調べました。母の命を救った技術の背後にいる人物を知りたいと思ったんです。窓の外で一羽の鳥が空を横切った。部屋の中には沈黙が流れる。営業の資料を見て、同じ名前を見つけた時は驚きました。なんであなたみたいな人が営業なんかやってるんだろうって。それで、あなたが来る時にこっそり観察していたんです。その時に見せる寂しげな表情を見て、何か理由があるんだと思いました。その言葉に、俺の体がこわばった。もういい。椅子から立ち上がる。もうこれ以上、過去を掘り返されたくなかった。申し訳ありません。傷口を広げるつもりはなかったんです。ただ、歓喜さんの技術は、母のように多くの命を救っています。だから、なぜあなたがその才能を使わずにいるのか、理解したかったんです。俺は答えなかった。だが、心の中では、嵐が吹き荒れていた。あの日から逃げ続けてきた自分。才能を埋もれさせた自分。それでも消えない。人の命を救いたいという情熱。購買部との商談の時間です。行きましょうか。ヒューガさんは表情を切り替え、そう言った。俺はただ、無言でうなずいた。会議室を出る直前、彼女は一瞬立ち止まり、振り返った。歓喜さん、一つだけ伝えさせてください。あなたが設計した機器で救われた命は、決して無駄にはなっていません。それだけは、現場で働く者として伝えたかったんです。その言葉が、長い間、固く閉ざしていた俺の心の扉を、かすかに、だが確かに揺らした。感動病院との商談から2週間が過ぎていた。結果は予想通りで、俺の営業は失敗に終わった。だがその後、ヒューガさんから連絡があった。病院の浸透に導入予定の手術支援システムについて相談したいことがあるという。本来なら営業として飛びつくべき話だが、俺は一旦断った。彼女と話すことにためらいがあったのだ。しかし、彼女は諦めなかった。歓喜さんの考えが聞きたいんです。その言葉に、しぶしぶながら応じることにした。こうして、仕事帰りに会社近くの喫茶店で待ち合わせることになったんだ。歓喜さん、お疲れ様です。喫茶店にはもうヒューガさんがいた。約束の時間より早く着いていたようだ。お待たせしました。いいえ、私から無理を言ったんですから。席に着くと、ヒューガさんは一冊のファイルを差し出した。開くと、神道の設計図や導入予定の機器リスト、現場スタッフからの要望書などが閉じられていた。こんなの、営業に見せていいんですか？大丈夫です。正式な入札の前に現場の意見を取り入れた提案書を作りたいんです。ヒューガさんの表情は真剣だった。でも、なぜ俺なんですか？購買部や他の営業マンじゃダメなんですか？ヒューガさんはコーヒーカップを両手で包み込み、
少し考えるようにうつむいてから答えた。正直に言います。私たち現場スタッフと購買部の考えにズレがあるんです。彼らは予算内で機能を満たせばいいと考えますが、私たちは患者さんのために最善の環境を作りたい。それは、どこの病院でもよくある話ですよ。でも、解決策が見つからないんです。だから、歓喜さんの論文にあった限られた資源で最大効果を発揮する設計思想が必要だと思ったんです。その言葉に、俺は言い返せなかった。無理です。俺はもう、開発には関わりません。立ち上がりかけた俺の腕を、ヒューガさんが掴んだ。一度だけでいいんです。このファイルに目を通して、感じたことをただ教えてください。その瞳に映る決意に、俺は負けた。わかりました。見るだけですよ。その夜、アパートに戻った俺は、約束通りファイルに目を通した。神道の設計図を見ながら、手術室のレイアウト、動線、機器の配置について考え始める。そして気づくと、メモ用紙に次々とアイデアを書き込んでいた。翌朝、ヒューガさんから電話があった。おはようございます。昨日はありがとうございました。いや、こちらこそ。もしよければ、今度実際の現場を見ていただけませんか？話だけでは伝わらない部分があって。断ろうとした。でも、昨夜書き殴ったメモが気になっていた。これは本当に現場で使えるのか？機器の配置はこれで最適なのか？わかりました。そう返事をした次の休日、俺は感動病院を訪れていた。白衣を貸してもらい、ヒューガさんの案内で小児科病棟に連れてこられた。この子たちを見てほしいんです。病室には何人かの子供たちがいた。窓際のベッドで本を読んでいた少女がヒューガさんに気づいて手を振った。葵ちゃん、元気？今日は友達を連れてきたの。ヒューガさんは少女の元へ行き、その髪を優しく撫でた。少女は点滴を受けながらも明るい笑顔で俺を見上げた。歓喜さん、彼女は脳腫瘍の治療中なんです。でも、歓喜さんが開発に関わったマイクロサージカルアシストを使った手術をしてくれたおかげで、もうすぐ退院できるの。そうなんだ。よかったね。胸が痛んだが、精一杯の笑顔で答える。少女は嬉しそうにうなずいた。病棟を後にするとき、ヒューガさんが静かに言った。歓喜さんが諦めた後も、あなたの技術は命を救い続けているんです。俺は黙って歩き続けた。だが、心の中では何かが崩れていくのを感じていた。なぜ、ここまで俺にこだわるんですか？ついに俺は聞いた。ヒューガさんは、夕焼けに照らされた空を見上げたまま答えた。私、歓喜さんのような人を前にも一度見たことがあるんです。え？私の父も医療機器エンジニアだったんです。でも、自分の設計ミスで患者さんを危険な目に遭わせてしまって、それ以来エンジニアを辞めてしまったんです。ヒューガさんの横顔が夕日に染まる。父は別の仕事について、表面上は普通に生活していました。でも本当は苦しんでいたんです。自分の才能を活かせない苦しみを抱えたまま、結局、父は心臓発作で亡くなりました。それは、言葉に詰まる。ヒューガさんは俺の方を向いた。目には涙が光っていた。だから、歓喜さんには同じ道を歩んでほしくないんです。あなたの才能は、人を傷つけるものじゃない。人を救うものなんです。ヒューガさんの言葉が、俺の心の奥深くに染み込んでいく。彼女は本気で、俺のことを心配してくれていたのだ。わかりました。例の手術支援システム、俺なりの提案をまとめてみます。ヒューガさんの顔にパッと明るい表情が広がった。その笑顔を見て、俺は久しぶりに胸の内に温かいものを感じた。それから1週間、俺は夜な夜な設計案を練った。アパートの部屋は設計図やメモで埋め尽くされた。久しぶりに感じる創作の高揚感。頭の中で次々と浮かぶアイデア。眠れない夜が続いたが、不思議と疲れを感じなかった。そして、感動病院の神道向け手術支援システムの提案書が完成した。予算内で最大限の効果を発揮する設計。現場スタッフの負担を減らし、患者の安全性を高める工夫。紛争地域での経験を生かした小資源、高効率の発想。
これは、素晴らしい。提案書を見たヒューガさんの顔が輝いた。彼女の横には、病院の医師や他の臨床工学技師たちもいて、皆驚きの表情を浮かべていた。予算内でここまでできるなんて。歓喜さん天才ですね。彼らの言葉に、恥ずかしさと同時に忘れていた誇りが蘇ってきた。人の命を救うための技術、それを作る喜び。帰り際、ヒューガさんが病院の出口まで見送ってくれた。ありがとうございました。これで購買部も納得してくれるはずです。いや、こちらこそ。俺は心からそう思っていた。ヒューガさんのまっすぐな思いが、俺の凍りついた心を少しずつ溶かしていたのだから。その日の夜、アパートに戻った俺は、久しぶりに押し入れの奥から段ボール箱を取り出した。中には紛争地域で撮影された写真や、兄との思い出の品々が入っていた。一枚の写真を手に取る。砂ぼこりの中、兄と並んで笑っている若き日の自分。背景には、医療支援ロボットの試作機が写っていた。兄さん。写真を見つめながら、俺は思った。ヒューガさんは自分の殻に閉じこもっていた俺を少しずつ外の世界へと連れ出してくれている。彼女のまっすぐな思い、諦めない心、そして何より人を救いたいという純粋な願いが俺の心の扉を開きつつあった。窓の外を見上げると久しぶりに星空が美しく輝いていた。感動病院からの発注を取り付けてから1ヶ月が過ぎていた。俺の提案は高く評価され、桜テックにとって今年最大の案件になるとの話もあった。営業部でも俺の扱いが変わり始めていた。夏の暑い日、いつもより早めに出社した俺は休憩室のテレビに釘付けになっていた。中東ヘスラ地域で発生した大規模地震により、現在も多数の住民が瓦礫の下敷きになっている模様です。地震に伴う武装勢力の衝突も相次ぎ、国連は複合的人道危機と発表。医療支援団体の救助活動も難航しています。画面には砂ぼこりと煙が立ち込める街並み、倒壊した建物、救助を待つ人々の姿が映し出されていた。そして、それらの合間に見覚えのあるロボットの姿が映った。MSAR、思わずつぶやいた。医療捜索救助。俺が6年前に設計した医療支援ロボットの初期モデルだ。それを見た俺の胸中は複雑だった。映像に映る MSAR の動きがどこかぎこちないことに気づいていたからだ。その日は仕事に集中できなかった。帰宅後もニュースを追い続けた。深夜のニュースでより詳細な報道を目にする。現地では国際医療支援団体 GMR が活動を続けていますが、余震と武装勢力の攻撃により救助活動は難航しています。GMR は遠隔操作の医療支援ロボットを投入していますが、旧式の機体では対応に限界があるとの声も出ています。ニュースでは MSAR が狭い瓦礫の間を進めず立ち往生する様子や、不安定な地盤で転倒する場面が映し出されていた。また、バッテリー持続時間の短さから、救助の途中で充電のために引き上げなければならない状況も報じられていた。俺が開発に携わってから6年。技術の進歩は早い。当時は最先端だった MSAR も今となっては限界が見えていた。翌朝、出社すると部長が俺を呼び止めた。歓喜、こっちに来てくれ。会議室に入ると、そこにはヒューガさんの姿もあった。彼女の表情は普段より真剣で、どこか切迫していた。歓喜さん、昨夜のニュースはご覧になりましたか？ああ。ヒューガさんはタブレットを俺に差し出した。そこには現地からのメールが表示されていた。MSAR の不具合レポートと改良の可能性についての問い合わせだった。どうやら GMR の技術責任者が歓喜さんの名前を知っていて連絡してきたようです。部長が口を開いた。歓喜、実は桜テックにも問い合わせが来ている。GMR から MSAR の改良案についての技術協力依頼だ。会議室には沈黙が広がった。俺は窓の外を見つめた。夏の日差しが強く降り注ぐ中、遠くでセミの鳴き声が聞こえる。兄がいなくなったあの日も、こんな暑い日だった。俺には、できません。
自分でも弱々しい声だと感じた。部長は困惑の表情を浮かべたが、それ以上は何も言わなかった。俺は、その場を立ち去ろうとした。だが、彼女の次の言葉が足を止めた。歓喜さん、怖いんですね。ヒューガさんのその言葉に、俺は振り返った。何が？もう一度、自分の技術で誰かを傷つけることが。的確に確信をつかれて、言葉に詰まる。私にはわかりません。あなたが経験した恐怖や喪失感は、でも、あなたの技術は本来、人を救うためのもの、だったはずです。彼女の言葉が胸に突き刺さる。兄もよく同じことを言っていた。技術は人を救うためにある、と。ヘスラでは、今も子供たちが瓦礫の下で救助を待っています。彼らの命の重さと。わかってるんだ。思わず声を荒げてしまった。ヒューガさんは少し驚いたように俺を見た。すまない。いいえ。彼女は首を振った。俺は深くため息をついた。兄さんはよく言ってました。技術は人を救うためにあるって。医師だった兄さんは常にその言葉を胸に生きていました。俺もそうありたいと思っていました。けどあの日、MSAR が制御不能になって少女に向かった。兄さんは迷わず少女を突き飛ばして自分が身代わりになりました。その直後に爆撃が。それから俺は技術の怖さを知りました。一歩間違えば救うはずのものが奪うものになるんです。ヒューガさんは黙って俺の話を聞いていた。が、やがて静かに口を開いた。MSAR が制御不能になったのは歓喜さんの責任ではありません。紛争地域という極限状態で予測不可能な事態が起きただけ。だからなんだと言うんですか。結果的に俺の技術は人を傷つけたんです。そして兄さんは命を落とした。それでもあなたが設計した MSAR はその後何人の命を救ったと思いますか？彼女はタブレットを取り出し GMR の活動報告を見せた。そこには MSAR によって救助された人々の数が記録されていた。6年間で3000人以上。思わずつぶやいた。想像以上の数字だった。歓喜さん、あなたの技術は命を救い続けてきたんです。でも今限界に来ている。新しい命を救うためには、あなたの力が必要なんです。ヒューガさんの声は静かだが力強かった。あなたのような責任感のある人が開発に携わるべきなんです。怖さを知っているからこそ、より安全な技術を生み出せるんです。あなたにしかできないんです。ヒューガさんの言葉に、ふと子供の頃の記憶が蘇った。小学生の時、自作のラジコンで近所の独居老人の薬を届けた時の喜び。中学生の時、災害救助ロボットのコンテストで優勝した時の誇らしさ。そして大学生の時、兄に誘われて初めて参加した医療支援活動での人の役に立つ喜び。技術で人を救う。それが俺の原点だった。俺は深く息を吸い、言葉を続けた。MSAR の新型機の開発、引き受けます。部長の顔に安堵の表情が広がった。俺はヒューガさんに向き直った。ヒューガさん、協力してください。今度は絶対に安全で確実な技術を作り上げるために、臨床工学技師としての視点が必要です。もちろんです。彼女の目は輝いていた。空を見上げると夕焼けが赤く染まり始めていた。あの日の空とは違う色だ。兄さん、見ていてくれ。俺は兄さんの言葉を胸にもう一度挑戦するよ。心の中でそう誓った瞬間、不思議な感覚に包まれた。まるで兄が背中を押してくれているような感覚だった。開発の決断から1ヶ月が過ぎていた。サクラテック社内に特設された開発室で、俺は 3D モデルを回転させながら集まったチームメンバーに説明していた。精鋭エンジニアたちが集められ、新型 MSAR、コードネーム、フェニックスの開発に没頭していた。こうすれば、従来型より 40% 小型化できます。しかも、稼働範囲は 20% 向上。極小空間でも安定して動作できる。これなら、医療従事者にとっても操作しやすいですね。ヒューガさんの言葉に、俺は満足げにうなずいた。彼女も病院での勤務の合間を縫って
開発室に顔を出し、臨床工学技師としての視点からアドバイスをくれていた。開発は順調に進み、試作機のテストも成功。現地の GMR とのテレビ会議でも高評価を得ていた。チーム全体に手応えと高揚感があった。カンキさん、新しいセンサーの試作品が届きました。助手が箱を持ってきた。俺は期待を込めて箱を開けた。だが、すぐに表情が曇る。これ、仕様と違う。え？見てくれ。感度が要求の半分以下だ。助手も確認して眉を潜めた。おかしいですね。発注書類はきちんと出していたはずですが。これは初めての問題ではなかった。この2週間、部品の納期遅れ、仕様の食い違い、時には不良品の納入と、開発を妨げるトラブルが相次いでいた。ため息をつきながら、代替案を考え始めた。そんな時、ヒューガさんが焦った様子で、開発室に駆け込んできた。カンキさん、大変です。彼女の手には、一枚の雑誌が握られていた。開かれたページには、医療ロボット技術の軍事転用計画か、桜テック社の極秘プロジェクトに疑惑という見出しの記事が載っていた。なんだこれは。記事に目を通す。そこには、俺たちが開発中のフェニックスが実は軍事転用を前提とした開発だという全くの誤報が書かれていた。誰がこんな。その時、部長が走り込んできた。歓喜、大変だ。ニュースを見た取引先から問い合わせが殺到している。このままだと、人道支援目的の開発という大前提が揺らぎかねない。状況は急速に悪化していった。部品供給メーカーからは、軍事転用には協力できないと連絡が入り、一部の技術者からは、開発チームからの離脱を申し出る声も出てきた。何が起きているんだ。開発室に残った俺とヒューガさん、数人のコアメンバーは呆然としていた。そんな中、スマートフォンに見知らぬ番号から電話がかかってきた。もしもし、歓喜です。歓喜風さんですね。はじめまして、ロイヤルアームズ社の真田と申します。低く力のある声だった。ロイヤルアームズ、軍事企業の。そうです。実はフェニックスの技術に大変興味を持っております。俺は直感的に悟った。これが全ての黒幕だと。何が目的ですか？ストレートですね。真田は低く笑った。記者の技術、特に歓喜さんの設計思想には感銘を受けています。ぜひ、我が社でその才能を生かしていただきたい。断ります。そう言うと思いました。でも考え直す余地はあるでしょう。現在の困難な状況を考えれば。真田の言葉には明らかな脅しが含まれていた。あなたが誤報を流したんですか？何のことでしょう。軽く受け流す真田。だが、その声には自信が満ちていた。私からの提案です。フェニックスの開発権をロイヤルアームズ社に譲渡してください。もちろん破格の対価をお支払いします。人の命を救うための技術を人を傷つけるために使わせるとでも。歓喜さん、世界はそう単純ではありません。強力な武器こそが平和を守る抑止力になる。冗談じゃない。怒りを抑えながら言った。もう少し考えてみてください。明日改めてご連絡します。真田は電話を切った。俺は机に突っ伏した。歓喜さん。ヒューガさんが心配そうに声をかけてくる。大丈夫です。こんなことで諦めるつもりはありません。顔を上げる。ヒューガさんの目には不安が浮かんでいた。でも、このままでは開発が止まってしまいます。部品も入ってこないし、チームも崩壊しかけています。その時、開発室のドアが開く音がした。振り返ると、部長が何か言いたげな表情で立っていた。歓喜、来客だ。部長の声には、いつになく緊張が混じっていた。その後ろから現れたのは一人の男だった。日焼けした顔に疲れた目。頬には薄い傷跡。GMR の歓喜和人です。MSAR の件で来ました。その顔を見た瞬間、俺の世界が止まった。兄さん。声が震える。俺の目の前に立っているのは、6年前に亡くなったはずの兄、歓喜和人だった。まさか。立ち上がろうとして足がもつれる。ヒューガさんが俺を支えてくれた。どうかしましたか？兄は戸惑ったように首をかしげた。肩から下げたダッフルバッグには
砂ぼこりが付着し、服は旅の疲れを物語っていた。あなたは、本当に歓喜和人さん？震える声で尋ねる。兄は静かにうなずいた。はい、GMR の技術コーディネーターです。改良プロジェクトについて連絡していたものです。部屋の空気が凍りついたようだった。開発チームのメンバーも何が起きているのか理解できず、黙って見守っている。俺は震えながらも、なんとか声を出した。あなたは、私の兄です。6年前、中東の紛争地域で一緒に働いていました。爆発事故で亡くなったと思っていました。兄は一瞬、動きを止めた。その目に何かを探るような色が浮かんだ。私は、記憶に問題を抱えています。ついに兄が口を開いた。その声は、以前より弱々しく聞こえた。6年前の爆発事故で負傷し、記憶の大部分を失いました。自分が誰なのかもわかりません。現地の医師団に保護され、歓喜和人という名前だけを手がかりに生きてきました。兄の目には混乱と戸惑いが浮かんでいた。なぜ日本に？なぜ今？ MSAR の限界を感じていました。情報を集めるうちに、サクラテックが新型を開発中と知りました。設計者の名が歓喜風。何か惹かれるものがありました。そして、現地の状況が悪化する中、直接技術的な相談をしたいと思い、来日しました。動揺と混乱で頭がぐるぐる回っていたが、とにかく現実的な対応をしなければならないと思い、俺は気を奮い立たせた。では、開発室をご案内します。声が震えるのを抑えられない。目の前にいるのは紛れもなく兄だというのに、兄は俺のことを弟と認識していない。ヒューガさんが理解ある目配せをくれた。彼女も状況の重大さを感じているようだった。こちらです。開発エリアに案内すると、壁一面に設計図、テスト結果のグラフ、部品リストが貼られていた。中央には半分ほど組み上がったフェニックスの試作機。これが新型 MSAR フェニックスです。兄は無言でゆっくりと近づいていった。そしてフェニックスの操作部分を慎重に触った。医療現場での使用を想定した設計ですね。特にこのインターフェースは医師が直感的に操作できるよう配慮されています。現場の緊急時に重要な要素です。ええ、医療者の視点を取り入れていて、医療現場の緊急時でも混乱なく操作できるよう設計されています。そう言って、ふと気づいた。この部分の設計は、6年前に医師である兄からのアドバイスをもとに、俺が改良した箇所だった。俺は詳細な説明を兄に続けた。遠隔医療機能、バイタルモニタリングシステム、精密診断カメラ、すべて兄の医学的知見と俺の工学的アプローチが融合した技術だった。話しながら兄の表情が徐々に変わっていくのに気づいた。最初は興味深そうだったものが次第に困惑に変わっていく。そして、この医療診断システムですが、説明していると、兄が突然言った。心電図データをリアルタイム解析すれば、現場での治療判断が迅速化できる。俺は息を飲んだ。その医療的観点は、まさに6年前、兄が現場の医師として強く主張していた改良点そのものだった。しかも、現在の図面にはまだ実装していない部分。そうですね。確かにそうすれば、俺が驚きを隠せずにいると、兄は自分でも驚いたように額に手をやった。なぜ俺がそれを？兄さん。思わず呼びかけた。兄は震えていた。何かを思い出そうとするように、眉間にシワを寄せている。俺は思い切って、引き出しから1枚の写真を取り出した。6年前、紛争地域の仮設病院で撮影したもの。手術着姿の兄と、MSAR の初期モデルを調整する俺。これを見てください。兄は写真を受け取り、息を飲んだ。指先が震えている。これは、俺と君。はい、6年前、中東での医療支援活動中に撮影されたものです。兄は写真を見つめたまま、少しずつ呼吸が荒くなっていった。何か思い出しそうで頭が。兄が苦しそうに額を押さえた瞬間、試作機の一部が動き、小さな医療用アラーム音を発した。テスト機能の一環だったが、その音に兄の体がこわばった。風、危ない。兄は俺の方に駆け寄り、
まるでかばうように立った。その瞬間、兄の目に変化が走った。瞳が見開き、そして何かを認識したように焦点が定まる。兄さん、風。兄は震える声で俺の名を呼んだ。兄さん、俺のことわかる？風、思い出した。すべて思い出した。兄の目から涙がこぼれ落ちた。兄は力なく膝をつき、俺も隣にひざまずいた。兄はゆっくりと顔を上げ、俺の目をまっすぐ見つめた。風、すまなかった。6年間もお前を一人にしてしまって。あの日、MSAR の暴走から少女を守ろうとしたが、結果的に俺はお前の前からいなくなり、そしてお前に大きな傷を残してしまった。兄の声は震えていた。その目には長い年月の疲労と後悔の色が濃く滲んでいた。兄さん、あれは誰のせいでもない。いや、俺は医師としてもっと冷静に判断すべきだった。感情的になって飛び出したことで、かえって状況を悪化させてしまった。そして何より、お前の才能を潰してしまった。あの日以来、お前は開発から遠ざかっていたんだろう。その言葉に胸が痛んだ。ああ、でもそれは俺自身の選択だった。いや、俺がお前を縛り付けていたんだ。俺がいなくなったことで、お前は自分の可能性を閉ざしてしまった。それが何より辛い。兄の声に深い悔恨の色が滲んでいた。俺は黙って首を横に振った。違う、兄さん。確かに俺は開発から逃げていた。でも最近になって気づいたんだ。逃げていたのは責任からじゃない。自分自身の才能と向き合う勇気がなかったんだ。風。でも、ヒューガさんとの出会いで戻ってきたんだ。兄さんの技術は人を救うためにあるという言葉もずっと心の中にあったしね。兄の目に驚きと温かさが浮かんだ。そうか、俺の言葉を。あ、兄さんはずっと俺を導いてくれていたよ。俺たちは長い沈黙の後、固く抱き合った。6年の時を超えて、再び結ばれた絆。それは以前よりも強く、深いものに感じられた。風、俺はもう二度とお前から離れない。これからは共に人命救助の道を歩もう。医師と技術者、二つの視点から。兄の声には新たな決意が滲んでいた。ああ、ぜひ力を貸してほしい。開発室の窓から差し込む夕日が、俺たちの姿を橙色に染めていた。時が止まったかのような静寂の中、部屋の空気が特別なもので満たされていくのを感じた。再開から1週間、兄と俺は昼夜を問わず、フェニックスの完成に全力を注いでいた。俺たちの力を合わせることで、開発は驚異的なスピードで進んでいた。これでどうだ？兄が医療用センサーの調整を終え、俺に視線を送る。完璧だ。この感度なら、瓦礫の下の微弱な生体反応も検知できる。俺はセンサーをフェニックスのメインフレームに接続し、診断プログラムを走らせた。画面には緑色の OK の文字が点滅する。よし、次は遠隔操作システムの最終調整だ。開発室の時計は午前3時を指していたが、疲労を感じる余裕もなかった。石灰と縫合の機能は万全か？ああ、実験では 0.5 ミリの精度で縫合できている。素晴らしい。これなら現場で即座に止血処置ができる。兄の目が輝いた。医師と技術者。二つの視点が融合することで、フェニックスは単なる救助ロボットを超え、現場での医療行為も可能な高度な支援システムへと進化していた。兄はドライバーを置き、椅子に深く腰掛けた。珍しく感傷的な表情だ。これがまさに、俺たちがずっと目指していたものなんだな。俺も作業の手を止め、フェニックスを見つめた。洗練されたフォルム、高度な救助機能、そして何より人命を第一に考えた設計思想。兄さんの医学的知見がなければ、ここまで来られなかった。いや、お前の工学的才能こそが確信だ。二人で微笑みを交わす。そんな時、ヒューガさんが朝食を持って開発室に入ってきた。もう朝ですよ。何か食べないと。ありがとう、ヒューガさん。彼女は疲れた顔で微笑む俺たち兄弟を見て嬉しそうにうなずいた。寒気先生、風さん、二人でいるとそっくりですね。そうかな。兄が照れたように笑う。似ているのは外見だけじゃありません。二人とも
人を救うことへの情熱が同じです。その言葉に心が温かくなった。朝食をとりながら最終テストの準備を進める。フェニックスの完成は目前だ。この部分の耐熱性は摂氏200度まで耐えられる。紛争地域での爆発にも耐える設計だ。バッテリー持続時間は従来の3倍の12時間。そして緊急時は太陽光パネルで充電も可能だ。兄の質問に次々と答えていく。どんな細部にも妥協はない。一つのミスが人命に関わることを俺たちは骨身に染みて知っていた。そしてテスト前の最後の調整を終えた時、開発室には静かな高揚感が満ちていた。これで完成だな。兄がそっとフェニックスに触れる。あとは最終テストだけだ。俺たちは広いテスト場に設置された模擬瓦礫現場へフェニックスを運んだ。チームメンバーやヒューガさんも集まり、緊張した面持ちで見守っている。準備はいいか？いつでも。俺は操作端末を起動し、フェニックスとの接続を確認する。画面上のすべての指標は緑。システムは完璧に機能している。テスト開始。兄の掛け声とともにフェニックスが動き出した。まるで生き物のように流れるような動きで複雑な瓦礫の間を進んでいく。安全性問題なし。センサー機能正常。俺と兄が交互に状況を確認していく。フェニックスは難所を次々とクリアし、最奥部にある被災者代わりの人形のところまで到達した。ライブ映像クリアだ。バイタルセンサー反応しています。フェニックスは人形の周囲の瓦礫を慎重に取り除き、安全な救出ルートを確保した。続いて簡易医療診断を実施する。診断システム正常動作。救出シミュレーション成功です。テスト上に歓声が上がった。フェニックスはすべてのテスト項目をパーフェクトにクリアしたのだ。やったな、風。兄が肩を叩いてきた。その目には誇りと興奮が輝いていた。ああ、俺たちの技術がまた命を救える。しかしその瞬間、テスト上の大きな金属扉が激しい音を立てて開いた。振り返ると、黒いスーツの男たちが数人部屋に入ってきた。先頭に立つ男の冷たい目に、俺には見覚えがあった。真田。おめでとうございます、歓喜さん。素晴らしい成果ですね。やはり噂通りの才能だ。真田は静かに、しかし皮肉を込めた声で言った。その口元には薄い笑みが浮かんでいる。周囲の空気が一気に凍りついた。チームメンバーたちは不安そうに互いを見つめる。ヒューガさんは俺たちの近くに立った。何の用ですか？俺は真田に正面から向き合った。最後のお願いに来ました。そちらのフェニックスを私たちにください。真田はゆっくりと歩き、フェニックスに近づこうとする。近寄らないでください。そう強く言うと、真田の表情が硬くなった。協力してくれないならば仕方がない。彼が小さくうなずくと、部下たちが一斉に動き出した。一人はドアをロックし、もう一人はフェニックスへと迫る。やめろ。反射的に操作端末のキーを押す。すると突然、フェニックスの周囲に透明な壁が現れた。バーチャルバリアではない。事前に設置していた物理的な防護シールドだ。防護シールド。真田が驚いた声を上げる。そう。フェニックスが完成した瞬間から身を守る準備もしていた。なかなかやるな。真田は冷静さを取り戻そうとしたが、顔には焦りの色が見えた。その時、テスト上の天井部分から突然、大量の泡が降り注いできた。なんだこれは。真田の部下たちが混乱する中、泡は瞬く間に床一面に広がり、彼らの足元を覆い尽くした。特殊な成分が含まれたその泡は、彼らの動きを著しく鈍らせる。安全な消火システムだ。人体には無害だが、動きを制限する。俺は冷静に説明した。兄が驚いた表情で俺を見つめている。風、これも計画していたのか？ああ、もし何かあった時のために、テスト場全体に安全機構を組み込んでおいたんだ。その時、テスト場の別の扉が開き、部長と共に何人かの警備員が駆け込んできた。歓喜、大丈夫か？はい、なんとか。警備員たちは素早く真田と部下たちを取り囲み、泡の中で身動きが取れない彼らを確保していく。真田昭宗、敷地内への不法侵入と威力業務妨害の現行犯で
警察に引き渡します。部長が毅然とした声で告げた。バカな。こんなことで私を止められると思うのか。真田は怒りに震えながらも、なお威厳を保とうとしている。止めはしない。ただ、お前の正体を世間に知らせる。俺は、真田から離れた壁面のスイッチを押した。テスト上の壁に設置された大きなスクリーンが点灯する。画面に映し出されたのは、真田自身の姿だった。高解像度で、鮮明に捉えられた映像の中で、真田は軍服姿の男性と話し込んでいる。MSAR の基本性能を戦闘システムに転用すれば、遠隔操作で敵陣に侵入可能です。医療用の精密機械は、そのまま破壊工作にも転用できる。映像の中の真田の声がテスト上に響き渡った。なんだこれは。真田の顔が青ざめていく。続きもあります。俺は冷静に言った。画面は切り替わり、今度は真田が政府高官らしき人物に封筒を手渡している場面。その後、彼らが軍事利用について話し合う様子。さらには、シリアやイエメンといった紛争地域の名前が次々と上がり、そこでの実験計画について議論する映像。テスト上は静まり返っていた。これは捏造だ。真田が声を張り上げた。だが、その声にはすでに敗北の色が滲んでいた。捏造じゃありません。すべて本物です。あなたの会社の内部告発者の協力で、この映像を入手しました。すでに警察とマスコミに送信済みです。おそらく今頃、ロイヤルアームズ社の前には報道陣が集まっているでしょう。バカな。真田の顔から血の気が引いていった。真田社長、もう逃げ場はありません。俺は静かに言った。スクリーンの映像は続き、真田がアフリカの内戦地域で武器取引に関わっていたこと。国連の武器禁輸措置に違反していたこと。サクラテックの技術者を脅迫していた決定的な証拠映像が次々と映し出されていく。その時、テスト上のドアが開き、制服警官と私服刑事たちが数人入ってきた。先頭の刑事が身分証を見せる。警視庁特捜部です。真田昭宗氏ですね。収賄、軍事転用禁止技術の国外流出、武器輸出規制法違反、恐喝未遂、証拠は十分あります。二人の警官が真田に近づき、手錠をかけた。真田の部下たちも同様に拘束される。真田は突然、静かな声で語り始めた。お前には理解できないだろうな、歓喜。なぜ私がこれほどまでに力を求めるのか。警官たちは一瞬、真田の予想外の態度に戸惑ったが、彼の言葉を遮ることはしなかった。20年前、私はただの民間医療スタッフだった。国連の医療支援団の一員として、アフリカの内戦地域に派遣された。兄がわずかに体を緊張させるのを感じた。医師として、その状況を理解しているのだろう。ある村でゲリラ軍が襲来した。我々にはわずかな警備兵しかいなかった。抵抗する力もなく、目の前で共に活動していた仲間たちが次々と命を落としていった。私は偶然、物資倉庫に隠れていて難を逃れた。私は何もできなかった。ただ、物陰から見ているしかなかった。テスト上には重い沈黙が広がった。それから私は誓った。二度とあのような無力感を味わいたくないと。力がなければ何も守れない。何も変えられない。だから軍事企業に転身し、ひたすら力を求めた。強大な力を持つことこそが、平和を守る唯一の方法だと信じてきた。真田は顔を上げ、俺と兄を交互に見た。お前たちの技術には可能性を感じた。医療支援という名目でどこにでも入れる。そして、その技術を転用すれば、強大な力が手に入る。だからといって、人を救うための技術を歪めていいわけがない。その考えこそが歪んでいる。力による支配なんて、真の平和にはつながらない。兄が静かな怒りを込めていった。真田はわずかに笑った。その表情には諦めと皮肉が混じっていた。お前たちにはまだわからないだろう。この世界がどれほど残酷か。いつかお前たちも力の重要性を理解する日が来る。いいや、来ません。私たちは違う道を選びます。技術で人を救う道を。俺は静かに、しかし確信を持って答えた。真田はしばらく俺を見つめていたが、最後に小さく首を振った。真田は警官たちに促されてテスト場を後にした。
テスト上のドアが閉まると、場内に緊張が解けるようなため息が広がった。歓喜さん、見てください。ヒューガさんが差し出したスマートフォンには、ニュース速報が表示されていた。ロイヤルアームズ社幹部、違法武器取引と医療技術の軍事転用計画で逮捕。サクラテック社の医療支援ロボット技術を不正に軍事利用しようとした疑い。などの見出しが目に飛び込んでくる。ここまで悪事が広まれば、真田社長が復帰することは二度とないでしょう。もう安全ですね。ヒューガさんが安心したように言った。ああ。俺はうなずいた。しかし、心のどこかでこれが終わりではないことを感じていた。真田は逮捕されても、世界には彼のような考えを持つ者がまだ存在する。さ、本題に戻ろう。フェニックスにはまだやるべき使命がある。兄が全員に声をかけた。そうだな。被災地の子供たちが俺たちを待っている。俺もメンバーたちに向き直った。みんなの表情が引き締まり、再び活気が戻ってきた。俺は窓の外を見た。朝日が昇り始め、新しい一日の始まりを告げていた。それはまるで、フェニックスの旅立ちを祝福しているかのようだった。サクラテック社内に設置された特設の遠隔操作室。最新鋭の機器に囲まれた空間で、俺は壁一面に広がる大型モニターに映し出される紛争地域の映像を見つめていた。モニターには砂ぼこりと焼けつくような暑さの中、国連と各国 NGO のテントが立ち並ぶ救助本部が映っている。時差のある向こう側は、すでに朝の光が強く差し込んでいた。別のモニターには、フェニックスの視点からの映像と、現地の作戦室で指示を出す兄の姿が映し出されていた。風、こちらスタンバイ完了。第4地区の捜索を開始する。モニターに映る兄の顔は、汗と砂で汚れていたが、目は澄んでいた。現地に赴いた兄は、フェニックスの医療チームリーダーとして活動していた。了解。フェニックス起動。俺は操作端末から指令を送った。8000キロ離れた現地のフェニックスが動き出す。カメラから送られてくる映像には、崩壊した学校の惨状が映っていた。4日前の空爆で倒壊したビル群です。ヒューガさんが俺の横で説明する。彼女も臨床工学技師として遠隔サポートチームに加わっていた。生体反応センサー起動。フェニックスが瓦礫の中を進んでいく。その動きは以前の MSAR とは比較にならないほど滑らかで、複雑な地形にも柔軟に対応していた。生体反応を検知。センサーが緑色に点滅し始めた。フェニックスは瞬時に方向を変え、反応のある場所へと向かう。深さは約 1.8 メートル。弱い呼吸と心拍を検知。おそらく小児。医療チームが緊張した声で報告する。アクセスルート解析中。最短経路を特定。フェニックスの先端に装備された小型カメラとセンサーが瓦礫内部の 3D マッピングを実行。その情報から最も安全なアクセス経路を算出していく。救助ルート確保。掘削モジュール作動。フェニックスの腕が精密な掘削機構に変形した。瓦礫を傷つけず、二次崩落のリスクを最小限に抑えながら進んでいく。指先が操作パネルを滑るように動く。6年前ならこんな時、俺の手は震えていただろう。誤作動の恐怖、人命を危険にさらすかもしれないという不安。あの日の記憶。だが今、俺の手は確かだった。迷いなく、正確に、命を救うための指令を送り続ける。30分後、小さな空間が作られた。カメラが捉えたのは、瓦礫の下で震えている少女の姿。バイタル測定、重度の脱水症状、軽度の低体温。兄の声が響く。緊急医療支援モジュール展開。フェニックスから小型の医療ユニットが展開され、少女に点滴と応急処置を施す。生命維持を確保した後、フェニックスは少女を安全に救出するためのルートを確保していく。風、後方からレスキュー隊が到着。フェニックスの確保したルートから入る。了解。フェニックスを待機モードに。1時間後、少女は無事に救出された。彼女は医療テントへと急いで運ばれていく。歓喜さん、見てください。ヒューガさんが別のモニターを指さした。そこには、これまでの救助活動の成果が数字で表示されていた。フェニックス導入後、3日間で救出した人数は47名に上っていた。すごい。思わず声が漏れる。モニターに映る兄の疲れた顔に笑顔が広がった。
そうだ、成功だ風。お前は本当に戻ってきたな。いや、戻っただけじゃない。かつての天才エンジニアだったお前を超えている。その言葉に胸が熱くなった。俺は小さく首を横に振る。でも、これで終わりじゃない。より多くの人命を救うために続けよう。あ、医師と工学者。二つの視点から人命救助の道を切り開こう。これからも共に。兄は力強くうなずくと、再び瓦礫の向こうへと歩いていった。背後では、フェニックスが新たな救助のために動き出していた。夕暮れの桜テック。最後の職員たちが帰宅する中、俺はまだ捜査室に残っていた。明日からは国際医療工学会での講演。フェニックスの技術を世界に広め、より多くの命を救うための新たな一歩だ。お疲れ様でした、風さん。彼女が差し出したコーヒーを受け取る。それを飲みながら、俺は静かに微笑んだ。あの日、兄が言った言葉が思い出される。技術は人を救うためにある。その言葉が今現実となった。フェニックスの翼は生きるための希望となって広がっていた。遠く離れた場所で、兄と俺は同じ思いを抱いていた。それは喜びと使命の達成感。そして、まだ救うべき命があるという新たな決意だった。医療エンジニアとして完全に再起した今、俺の前には新たな道が広がっていた。かつてのトラウマはもはや足かせではなく、より強く、より確かな技術を生み出す源泉となっていた。夕焼けに染まる空を見上げながら思いがけず言葉が漏れた。葵さんがいなければここまで来られませんでした。いいえ、私は何もしていません。違います。俺は静かに首を振った。あの日、病院で俺に声をかけてくれなかったら、俺の論文を読んでくれていなかったら、技術の価値を教えてくれなかったら、あなたが全ての始まりでした。閉ざされた扉を開け、忘れかけていた情熱を呼び覚まし、失った自信を取り戻させてくれたんです。俺たちの間に静かな時間が流れる。葵さん、フェニックスプロジェクトは次のフェーズに入ります。国際展開と新たな医療機能の開発へ。はい、聞いています。その総責任者にあなたを推薦しました。彼女の目が驚きで見開かれる。でも私は、葵さんは現場の声を一番理解しています。患者の気持ちも医療者の苦労も全てを知っている君こそが適任です。風さん。もちろん、俺も共同責任者としてずっと隣にいるつもりです。最後の言葉に特別な意味を込めていることに気づいたのか、彼女の方が少し赤くなった。それは仕事の話ですか？彼女の問いに俺は少し笑った。そして勇気を出して言葉を続けた。仕事だけじゃない。もしよければ、これからもずっと一緒にいてほしい。彼女の目に涙が浮かんだ。瞬きとともに一筋の雫が頬を伝う。はい。シンプルな答え。だが、その一言に全てが込められていた。俺たちは夕焼けに染まる空を見上げた。終わりのない旅の始まり。これからも幾多の試練があるだろう。だが、もう孤独ではなかった。行こう。俺は葵さんの手を取った。彼女は少し照れながらもしっかりと握り返してくれた。俺は長い間、過去のトラウマから逃げ続けていた。大切な人を失って自分の才能さえも恐れるようになった。だが、そこから目を背け続けることは、ただ傷を深めるだけだった。本当の癒しは、恐れに向き合うことから始まる。あの日の記憶と共に生きること。失敗の痛みを抱えながらも、再び一歩を踏み出すこと。人は誰しも傷を抱えている。それは、弱さじゃない。傷があるからこそ、他者の痛みがわかる。挫折を知っているからこそ、本当の強さがわかる。逃げずに向き合った先に、俺は本当の使命を見つけた。技術は人を傷つけるためではなく、救うためにある。この手に宿る才能も同じだ。大切なのは、傷をなかったことにするのではなく、それを糧にすること。そして、同じ痛みを抱える誰かの手を取ることなんだ。